はい、どうもストックロックです。今日はまた商品提供いただきましたジナーさん GINOUR ジナーさんの、12V リチウムコードレスドリルということで、また電動ドリルドライバーですね。こちら提供いただきましたのでレビューしていきたいと思います。今回も正直にレビューしようと思ってるんですけれども、どれぐらい使えるか、どういうユーザーに向いているのか、あといい点悪い点なんかを紹介できればなと思っております。では早速開けていきたいと思います。ほいほい、ジナー合ってんのかな。ジナーでこれハードケースに入ってますね。個人的にですけどハードケースはあんまりいらないですねまたかさばる。でもね、持ち運ぶ人にはいいと思います。はい、取扱説明書。ほい、本体。良くも悪くもまた緑かな。ちょっと黄緑、明るい緑ですけどね。本体とキモさんの電動ドリルドライバー紹介した時にも入ってたんですけど、フレキシブルビットですね。ちょっとこっちの方が固めかなって思います。あとちょっと短いです。ソケット各サイズついてます。3456789種類。5mm から 13mm のソケットセットで入ってます。バッテリー、12V リチウムイオンのバッテリーです。こちらが1つ付属されてます。容量はね 2000mAh ですね。何やら箱が入ってますね。なんだこれ。充電器って言ってもアダプターですね。バッテリーチャージャーが付属されてます。これどうやって充電するんだ。これだ。ここの部分ですね。これに挿してアダプターを差し込むと、で充電するそうです。なので充電器っていう差し込み型の充電器自体はないですね。アダプターで充電するタイプみたいです。あとはこれプラスドライバーとかつける時のジョイントですね。これが1本と、こんなケースにいろいろ入ってますけれども、これバラバラになってなくていいな。これはよいしょ、出してみましょうかね。これまず木工用のドリルの刃3本。この黒いの木工用ですね。これ3本、 3mm、5mm、6mm かな。ちょっとこの辺説明書も見ていきましょうか。書いてねえや。木工用のドリルの刃が3本、鉄工用が6本。すごいちっちゃいのも入ってますね。これ鉄工用かな。いやなんかよくわかんねえなこれ。鉄工用でも木工用でもないような気がする。先っぽ折れてね。ドリルの刃が全部で9本付属してます。ビットがですね、プラスが2本、あとマイナスも2本、トルクスが2本と、あと六角が2本付属しております。ちょっと待った。なんかね、ケースの方にもついてますねこれ。今紹介したの長いタイプなんですけど、短いタイプのものがマイナスが2本、プラスが2本、あとトルクスが1本と、あとこれジョイントですねが1個。これ短いタイプのはこのケースの方に付属してます。っていうかこれケース、これ他のもここに入るんじゃねっていう作りしてますけどね。入るんじゃないかな。入りますねこれ。今言ったやつをこっちにケースの方にはめることもできますね。ただ本数は限られてるかな。全部は収まらないですけど、よく使うものをここにはめてどうやら持ち運ぶことができるみたいです。でもどっちみちケース入れて持ち運ぶならこれに入れるような気がしますけどね。だけどケースの方にもつけれるよっていう形になってます。ということで付属品は以上ですね。ちょっと早速なんですけど、またいろいろと穴開けの性能ですとかネジ締めの性能ですとか試していきたいんで、まず充電器の方差し込んでみたいと思います。これね、挿した状態でプラグを挿すと、そしたら赤ランプつきましたね。ここにこれがどうやら充電中のマークみたいです。ちょっと放置しておきましょう。あとね、なんかね、もう一個こんなカード入ってますね。こっちはね全部英語で書いてます。
アフターサービスに関わるカードになってますね。なのでこれを折って、はい、こんな感じでどっかに入れておくというカードですね。一応入ってるものは以上ですね。あ、ちょっと今気づいた全然気づかんかったなこれ。なんかここにもビットついてますね。これマイナスとプラスのビット、こっちにもなんか本体にくっつけれるようになってますね。ちょっとこれ取りにくいと思うんだけどな。どうやって取んのこれこれかなりがっちり入ってるんですけど、取れた。はいはい、こんなビットが2つ本体についてますね。なんかこの本体についてるビットの方が良さそうだな。はい、ということでね、充電が完了しました。こういう風にね、緑のランプに変わりますので、これで充電が完了です。では早速つけてみましょうか。でこれを本体に、どういう向きだ、こうかな。この 12V って書いてるのが後ろに来るような感じでガチッと差し込みます。とりあえずね、今バッテリーつけて持ってる感じなんですけど、ちょっとね重く感じますね。というのはこれ 12V 製品なので、多分ね用途的に僕これ軽作業用だと思うんです。組み立て家具とか作ったり、そういったものに特化したというか向いている製品かなと思うんですけど、ちょっとねその割にはね重いかな。もっと上の作業できるっていうんだったら話は別なんですけどね。ちょっと中途半端な位置にいないかどうかっていうのがちょっと心配ですね。でね、グリップちょっと太めです。ガシッとは持てますけど、これはちょっと好み分かれるかと思います。若干太めかなと感じます。ここね、下ちょっと膨らんでるんですよ、丸く。人差し指のところはね、親指とこの辺は普通の細いタイプのと一緒なんですけど、この下ちょっと膨らんでるので、薬指あたりからちょっと分厚くなってくるかなっていう感じですね。でバッテリーつけると結構それなりに重さはあります。前紹介したキモさんのもの、あれよりは軽いのかな、さすがに。キモさんの方がねちょっと軽く感じますね。ちょっと重く感じる。バランスかな。あとこのグリップの細さっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっと重い感じするかな。こっちの方が塊感があるというか。はい、ではねちょっと重さの比較していきましょうか。なんかね重さ的にはキモさんの方が軽く感じるんだよね。持ちやすさから来るものかもしれないけど、ちょっと今これを測ってみたいと思います。まずじゃあこのキモさんの方からバッテリーパックは外してます。はい、941g。 じゃあ次こっちジナーさん 924g。 あれ、あんまり変わんないか。むしろキモの電動ドリルドライバーよりちょっと軽いんですね。ちょっとバッテリーパックの重さも測ってみますか。ジナーさんのバッテリーパック 190g。 じゃあキモさんのバッテリーパック 362g。 キモさんの全部くっつけると 1303g。 ジナーさんだと 1115g。 若干軽いんですよね。でもなんだろうな、多分ねヘッドの部分が重い感じがするからきっと重く感じるのかな。キモさんの方が軽く感じるんですよ、持つと。重いはずなのに。それは多分重心の設計が違うのかなって思います。これはちょっとマイナスポイントじゃないかな。このグリップ、ここにどうしてもバッテリーが入るんで、こういう形状だとどうしようもないのかもしれないですけど、なんかちょっと重心の位置が悪い気がする。ガシッと安定してるといえば安定してるのかもしれないけど、重く感じるっていうのはいかがなもんかなって正直思いますね。で機能の説明をしますね。まずここ速度の調整のスイッチが2箇所あります。これねチャック側に押し込んであげると速くなりますね。チャック側にやると0から 1450rpm のスピードで回転します。で無段階変速はこんな感じです。はい、遅い方、0から 400rpm ですね。はい、こんな感じです。でトリガーを引いてる間だけ LED が点灯します。
でね、1個気づいたんですけど、このバッテリーのね、残量表示がないのかな？ないですね。はい。それがちょっとわからないかな。どれぐらいバッテリー残ってるのか、容量が残量表示がないです。はい。ここにまた3種類のハンマードリルモード、締め込みモード、あと穴開けモード、3種類ここのダイヤルで切り替えられると。で、ハンマーモードはまたこれ振動ですね。コンクリートなどに穴開けするときに使います。あと締め込み、ネジの締め込みのモードと、あと穴開け、これ金属、木材両方いけると思うんですけど、穴開けモードで、締め込みモードの時だけ18段階あるクラッチ機能が動作します。そういった仕様になってます。ちょっとクラッチも固めかな、ダイヤル的には。全然回りますけど。で、ここの矢印ですね、ここの部分にクラッチのダイヤルの番号と、あと3種類のモード、ここですね、この矢印に合わせるような形になっております。で、いろいろマイナスなことを結構言いましたけど、重いとかバッテリー残量の表示がないとか、これなんとね、お値段が4680円なんですよ。本体ついて、先ほど説明した付属品が全部ついて4680円。これはかなり安いので、手を出しやすい金額になってると思います。では実際にね、どれだけ使えるのか実験してみたいと思います。はい、またね、前回検証したのと同じパターンで検証してみたいと思います。使う材料はこちらの、切り最弱 13mm ですね。すごく軽くて柔らかい材料です。と 9mm のシナベニアと 18mm のパイン集成材 2x4、 それと、1x ですね。 1x4 ここに入れます。この辺りで検証してみたいと思います。で、使う、ドリルビットはまたついてたやつですね。 6mm の木工用のドリルビット、こちらから試してみたいと思います。で、モードはもちろん穴開けのモードです。よいしょ。はい、やっぱりちょっと硬えな。これでやってみたいと思います。はい、じゃあまず柔らかい切りから、これ前回の実験の後残ってるけどね、この逆側で試してみたいと思います。じゃあ行きまーす。おっと、これね、ちょっと自立しないね。するんだけどちょっと倒れますね、これ。倒しておいた方がいいね。はい、綺麗に開けれたと思います。全然スピードも悪くないですね。余裕で合格ですね。はい、次 9mm のシナベニア、この辺に知るか、この辺に知るかって噛んでいく。はい、ここですね。ここね、ちょっとなんかこれ前何回に使ったやつで線入ってるけど、ここです。すごくね、綺麗ですね。全然問題ない。裏面もそれなりかな。ピント合わね。はい、これ裏面です。はい、次 18mm のパイン集成材、こちらに穴開けします。はい、これですね。裏面がここですね。全然問題ないですね。てかね、スピードもね、悪くないっすね。はい、次は、1x4、こちらいきます。はい、いや、なんか悪くないぞ、全然。しかも綺麗だし、はい、綺麗ですよね。なんか裏側ステーター引いてるのにちょっとボソボソってなるけど、でも綺麗ですよね。しかもスピードもね、速いし、変な癖もない、今のところ。では最後、この 2x4 材に穴開けしていきたいと思います。危ねえ。あ、ちょっといっちゃった。すごい。はい、これ、はい、ここですね。これ裏面です。全然問題ないっすね。むしろ良かったな。穴開け今一通りやりましたけれども、全然問題ないです。っていうかね、癖もなくてね、むしろ使いやすい、扱いやすいと思います。で、今最後 2x4 を開けた時にこの下まで貫通させちゃったんですけど、綺麗にこの下まで貫通できるくらい
力もありますし、すごくスムーズに穴開けできます。穴開けのタイムも全然悪くないですね。普通ですね。全然遅いとかそういったものは一切感じないです。はい、次ね、このドリルの刃を取って、こっちにしましょうか。こっちについてるやつ使ってみようかな。はい、これをつけて、でこのダイヤルも締め込みのモードにして、はい、これで締め付けやっていきたいと思います。はい、じゃあまずこのね、霧の板に 25mm のビス、こちらを打ってみたいと思います。はい、楽勝ですね。まあそりゃそうでしょう。今ちなみにもうクラッチマックスでやってしまいました。ちょっと下げてみましょうか。クラッチ2でやってみます。はい、クラッチ2でね、ちょうどいいぐらい。こっち側ですね。クラッチ2で打ち込んだらこんな感じでした。まだクラッチ効いてないからまだ回るかな。効いてる。次はちょっと同じ材料がないので、下がパイン材、上がシナベニア 9mm、 これで打ってみたいと思います。ビスはまた同じです。でクラッチ2で打ってみたいと思います。はい、クラッチ2でクラッチ効いてこの状態ですね。はい、頭ちょっと出てますね。でじゃあクラッチ4にしてみましょうか。4で打ってみます。はい、ダメです。6。6だと行き過ぎちゃいますね。だから多分5で打ったらちょうどいいのかな。5でもう一回打ってみます。5で行き過ぎちゃうな。なんだろう。ごめんなさい。モードが変わってた。だからだ。これね、クラッチダイヤル回す時に一緒にこのモードもハンマーモードに切り替わっちゃってたみたいで、今それでクラッチ効かなかったんですね。でこれ5にするとちょうどいいのかな。5でちょっと頭が出る。これ5です。なので5か6ぐらいで打つとちょうどいい感じみたいですね。っていうかさ、すごいね、これ力ありますよ。じゃあちょっとこの 1x4 同士でこの 35mm のビスを打ってみたいと思います。 1x4 と 1x4 ですね。今クラッチ5でちょっと頭が出ました。6にしてみます。6もちょっとクラッチ効いちゃうな。入んないな。7。7もちょっと。8。9。9がちょうどいいですね。9だとちょうど収まる感じです。もう一発9で打ってみます。ぴったり。9ですね。の上の方です。こっち。てか、めちゃくちゃ良くないこれ。あれ？じゃあ最後、2倍同士なんだけど、またこれ2倍縦割りしたやつなので、一応厚みは 2x4 と同じです。これに長いの 65mm のビス、こちらを打ち込んでみたいと思います。これはちょっとさすがにクラッチ14ぐらいでいってみますね。はい、ぴったりかな。どうすかね、ぴったりぐらいですかね。もうちょい強めでもいいかな。頭ちょっと隠したいのであれば。てかもう全然これ力余裕だな。ちょっと外そう。ちょっと15で打ってみます。次クラッチちょっと効いた。15でも弱いな。マックスでやってみます。熱っ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 。シャーベースにしよう。マックスでね 2x4 材ちょうどいいかな。ちょっと頭へっこむぐらいですね。ちょうどいいと思います。っていうかあれなんか最近のすごいね。これでいいじゃん。すごくこれでいいと思うんですけど、どうすかね。 2x4 も打てちゃうし、穴開けもすごいスムーズだったし、あれこの前やったやつよりいい感じするんだけど、正直言って
まあいろいろ欠点もあるけど、穴開け締め付け全然文句ないですね。ちょっと予想外ですね。じゃあ最後にすごくできる子だったので、あれやってみましょうか。ちょっとこのプラスもここに収めて、はい、じゃん、ホールソー、これ 38mm ですね。ちょっとこれで穴開けできるかどうかやってみたいと思います。ホールソーの使い心地をね、試してみたいと思います。よいしょ。ちょっとね、このダイヤルが硬いっすね。これが欠点かな。で、意外とこのチャックじゃねえや、クラッチのダイヤルもね、割と硬めなので、これ一生懸命グッてクラッチ回す時にこのモードも変えてしまう恐れがある。両方硬いからグッて力入れるんで、これがねちょっと欠点かなとは思いますね。じゃあこれどうしようかな。これこのままワンバイ開けてみましょうか。はい、いきます。行ってみましょうか。じゃあね、ネジで止まってたら裏から開けれないや。外さなきゃダメ。でも今のところ全然使い心地いいぞ。ピットの交換スムーズなんで、チャックの周りですね、チャックの回すのすごいスムーズなので、時間もかからないですね。なんか字書いてる裏にいつのだろう。このままいきます。なんかだけどこの中削れるな。ここね、すごい削れた。赤いのがちょっと飛び散っちゃったな。よし、はい完了です。全然問題なくホールソーも使えますね。全く問題ないですよね。はい、ちょっと裏なんか変な字書いてますけど、この辺隠しますけど、はい、ということでね、一通り検証終わりました。で、良かった点と悪かった点まとめるとですね、良かった点は、全てにおいてすごい安定してました。で、価格が4680円でこれだけの仕事ができるっていうのは花丸あげます。すごくいいと思います。穴開けに関しても締め付けに関しても何の癖もなくすごくスムーズに作業できると思いますんで、いい商品だなって正直に思いました。で、悪かった点なんですけれども、やっぱりねちょっとね重さを感じましたね、私。あとね、グリップがちょっと太いんですよ、ここ。私ちょっとこの細い方が好きなので、持ちづらくはないんですけど、太い方ががっちり持てるっていうのはあるんですけど、ちょっと外国人向けなのかなっていう感じは正直受けましたね。で、ちょっと見た目がね、4680円なんでしょうがないと思うんですけど、ちょっとプラスチッキーかなっていう感じはあります。ただグリップとかはこういうゴム巻きになってますし、滑るとか全然ないんで、使用には全く問題ないんですけれども、ちょっとデザイン、ここにねビットが入ってるとか、本体にねいいっちゃいいんですけど、なんか余計チープさを私はちょっと感じちゃったので、これは別にここに入んなくてもいいのかなって思いましたね。で、この速さの切り替えだったり、モード3つついてたりとか、前回ねキムさんの紹介したことありますけど、同じような機能が全てついてます。なんですけど、残念なのがバッテリーの残量がわからない。それぐらいかな、欠点としては。ただ本当にね優秀、はっきり言って。2x4 までの木材を扱うのであればこれの方がいいと思います、はっきり言って。もう一発目としてこれ買うのは全然あり。4680円ぜひ買ってください。ありだと思います。で、もう一個ねちょっとね、チープな点というか、値段ほんと何度も言うけど安いからしょうがないんですけど、この充電器ね、このアダプタータイプなんで、通常だとガチャっていうバッテリー差し込めるような充電器付属してることが多いんですけど、これついてないんですよね。ちょっとチープなアダプターで直接これを差し込む感じになりますので、このバッテリーを外してね、これどうやって外すんだ、ところでこうか。このねバッテリーの付け外しもちょっとチープかな。この爪を左右グッてこれ押し込んで引っ張る、っていう感じなので、この爪もね折れちゃったらきっとロックかかんないですよね。こういうチープさはあるんですけど、そんな壊れるもんでもないのかな。どうだろう、他のやつよりは壊れやすいとは思う、正直。
なんだけどそれを上回るコストパフォーマンスの良さっていうのが光る機種でございました。まあそのねキモさんの20V のやつに比べると確かにパワーはねこっちの方がないけど 25Nm ってどれぐらいかなと思って正直今回使ったんですけど全然実用的なので2x4 材以上のハードウッド使うとかそういったことでない限りは通常の木工だったらねまず不自由しないでしょう。これでいいと思います。で結果的におすすめなのかおすすめじゃないのかどんな人におすすめできるかなんですけれども私はねこれねおすすめします。すごくいいマジでいいと思います。でどんな人ってまあ最初の1台に買う人はもううってつけですね。もうこれでいいんじゃないかなって思うぐらいいいと思います。やることにもよりますけどね。今やった穴開け締め付けあとホールソンでの穴開け全部いけますんで、あとハンマードリルのそのコンクリートの穴開けモードは試してないですけれども、それやる人ってまず稀なので僕もあんまりねここで開けたくないんですよ。実は粉塵出るんで、だからいつも検証しないんですけど、開けれるとは思いますよ、薄いものであれば。はい、それどんどん深くってなってくるとかなり厳しいとは思いますけれども、薄い例えばコンクリートの壁に穴開けるとかそれぐらいはねできるなって感じましたんで問題ないかと思います。でプラス補助でもう1台欲しいとかっていう人で、あんまり高いもの必要ない、何かあった時の補助でもう1台欲しいっていう時はねこれすごくいいと思います。4680円全然 OK で今回ねこれ提供いただいて割引のクーポンコードもいただいておりますので、概要欄の方に、この商品のリンクとあとクーポンコード貼っておきますので、そちらからぜひねアクセスして購入してみてください。ちょっと安くなりますんで。はい、ということで今日はこれにて終了したいと思います。今日はね次男さんの 12V の電動ドリルドライバーこちらを紹介しました。ぜひクーポンコードを利用して気になる方は購入してみてください。ちょっとでも参考になった方チャンネル登録高評価いただけると非常に嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。